こんにちは、ぽっこです。今日は2005年7月の28日です。皆さんお元気でしたか？私はなんとか元気でした。今日は5回目のぼっこラジオです。おかげさまでご好評をいただいております。皆さんありがとうございます。とても嬉しいです。ということで、本日のテーマは、行けたら行くってどっちなのです。この言葉、日本人はよく使います。でも、意味がわかりにくいですよね。今日は、この行けたら行くの、意味と使い方、そしてどう答えたらいいかを一緒に考えていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず、行けたら行くはどういう意味でしょうか？行けるの？行けないの？どっちなの？ってなりますよね。外国の方は本当に分かりづらいと思いますよ。でも日本では結構使われるんですよね。例えば友達に次のように言われたとします。今度の飲み会来られる？あなたは行けたら行くよと答えた場合、どんな気持ちがこもっているでしょうか？実はこの行けたら行くは多分行かないよと遠回しに言っていることが多いんですね。100% 行かないという意味ではないんですけれども、でも日本人は行けませんとはっきり言うことを避ける文化があるんですね。だから行けたら行くと言えば角が立ちません。つまり相手を傷つけない優しい断り方だと、言われています。でも私はそうは思いません。優しくないと感じます。なぜならいけないならいけませんとはっきり答えた方がお互いにいいと思うからです。わかりやすくて無駄がないじゃないですか。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてくださいね。ここで例文をいくつか紹介します。一つ目、友達との遊びの約束。 A さん、来週のパーティー来る？ B さん、行けたら行くね。この場合、行く可能性は低いと考えていいと思います。次に、会社の飲み会。A さん、今日課長も来るって飲み会どう？ B さん、行けたら行くよ。この場合はあんまり乗り気じゃないけど行くかもしれないという意味になります。わかりにくいですよね。この表現を使うときの注意点をいくつか言いますね。
本当に行くつもりがあるのかどうかをちゃんと考えることです。本当に行くつもりがあるなら、行けたら行くという表現よりも、行きたいです。でも、ちょっと予定があって行けるかどうかわからないんです。と言った方が、親切だと思います。そして、もしあなたが日本人に行けたら行くと言われたら、来ないかもしれないなと思っていた方がいいと思いますよ。では、なぜ日本人はこういう曖昧な表現を使うのでしょうか。それは、日本の文化はハイコンテクスト文化だからです。空気を読むとか察するなどと言われることです。言わなくてもわかるでしょうみたいな感じです。私は日本人なんですけれども、こういう文化が苦手ですね。とてもやりづらく感じます。でも、日本では、はっきりとノーというのは相手に失礼だと思われることがあるんですよね。それはなぜなのかあんまり私にもわからないんですけれども、なので遠回しに断るのがコミュニケーションのマナーと言われています。でも外国人の方にとってはこういう表現はとても難しいですよね。言葉の表面だけを見ても本当の意味はわかりません。だからこそこうした言い回しを学ぶことは大事であるとも言えるんですけどね。行けたら行くと言われたとき、その人の表情や声のトーンもヒントにしてみてください。それでわからなかったら、来るということでいいんですねと聞いたりすると、まだわからないんだとか慌てるようでしたら、まず来ないと判断して間違いないと思いますよ。その相手があなたにとってどちらでも構わないという場合、わかりましたと言っておけばいいと思います。でもこんなやりとりって無駄ですよね。日本語は言葉だけでなく空気を読む文化なので、仕方ないんですけどね。ということで、今日はこの辺でということで、日本語には他にもまだたくさんの曖昧な表現があります。これからもこういう表現を少しずつ紹介していけたらなと思っています。最後まで聞いてくださりありがとうございました。このポッドキャストが面白いと思ってくれたら、フォローを、いいねボタンお願いします。それから質問やリクエストがあればコメントで教えてくださいね。それでは次のぼっこラジオで会いましょう。ぼっこでした。